こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの正方形の底板を使ってこちらの麻紐のバッグを編んでいきます。使用する材料はこちらです。ダイソーさんの正方形の底板を1枚、麻紐は国用のものを使用しています。使用するかぎ針は7号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みで1周編んでいきます。最初はこの穴から編み始めていきます。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じ穴に細編みを1回、隣の穴も細編みを1回、次の穴も1回、この繰り返しで直線部分の12個の穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。細編みを1回ずつ編んできました。角の穴のところだけ細編みを4回編みます。角の穴の細編み4回が編めました。ここから次の角の穴まで12個の穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。細編みを1回ずつ編んできました。角の穴のところだけ細編みを4回編みます。細編みが4回編めたら、次の角の穴のところまで12個の穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。細編みを1回ずつ編んできました。3つ目の角の穴のところも細編みを4回編みます。ここから12個の穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。細編みを1回ずつ編んできました。最後の角の穴のところも細編みを4回編みます。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を8回編みます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。最初の直線部分は細編みを12目編んでいきます。
直線部分の細編み12目が編めました。角の4目のところに来たら、増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回編みます。角の4目のところはこの編み方になります。ここから直線部分は細編みを12目編んでいきます。細編み12目が編めました。2つ目の角も増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回編みます。ここから次の角のところまで細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、3つ目の角のところも増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回、ここから細編みを12目編んでいきます。最後の角のところも増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回編みます。これで2段目が完成です。3段目は細編み72目を1周編んでいきます。2段目の編み終わりから続けて細編みを72目編んでいきます。この繰り返しで1周細編みを編んでいきます。1段編むとこんな感じです。4段目の編み図がこちらです。増し目を8回編みます。最初に細編み12目編んでいきます。細編み12目編んできました。角のところは細編みを1回、増し目を1回編んで、細編みを1回、2回編みます。増し目を1回編んで、細編みを1回編みます。角の編み方はこんな感じになります。ここから
直線部分は細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、角のところは細編みを1回、増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから直線部分は細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、細編み1回、増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、細編みを1回、増し目を1回、細編みを1回、2回編んで、増し目を1回、細編みを1回編みます。これで4段目が完成です。5段目は細編みを80目編んでいきます。4段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みを80目編んでいきます。1段編むとこんな感じです。6段目は増し目を8回編みます。最初の直線部分は細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、細編みを1回、増し目を1回、細編みを1回、2回、3回、4回編んだら、増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから直線部分は細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、
細編みを1回、増し目を1回、細編みを4回編みます。増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから直線部分は細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、細編み1、増し目1、細編みを4回編みます。増し目を1、細編みを1回編みます。ここから直線部分は細編みを12目編んでいきます。細編みが12目編めたら、細編み1、増し目1、細編み4、増し目1、細編みを1回編みます。これで6段目が完成です。7段目は細編み88目を1周編みます。6段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで全部で88目編んでいきます。一周編むとこんな感じです。ここから模様の段を編んでいきます。最初に7段目の編み終わりから続けて細編みを17目編んでいきます。細編みが17目編めたら、細編みの表引き上げ編みを1回編みます。これが表引き上げ編みです。次に減らし目を編みます。1目、2目針を入れて糸を一度に引き抜きます。これが減らし目になります。鎖を編みます。減らし目を1回、鎖を1回、減らし目を1回、鎖を1回。この減らし目と鎖を全部で
10回繰り返します。減らし目と鎖を全部で10回編んできました。10個目の鎖が編めたら、細編みの表引き上げ編みを1回編みます。この22目が模様部分になります。ここから裏の模様のところまでは細編みを22目編んでいきます。細編みが22目編めました。ここから模様を編んでいきます。細編みの表引き上げ編みを1回、減らし目を1回、鎖を1回、減らし目、鎖、減らし目、鎖、これを全部で10回繰り返します。減らし目が10回編めました。10個目の鎖を編んで、細編みの表引き上げ編みを1回編みます。ここから模様の1段目の編み終わりまでは細編み5目になります。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目からも同じように編んでいきます。模様の1段目の編み終わりから続けて細編みを17目編んでいきます。細編みが17目編めたら、細編みの表引き上げ編みを1回、減らし目を1回、鎖を1回、減らし目を1回、鎖を1回、この繰り返しで減らし目と鎖を全部で10回編みます。減らし目と鎖が10回編めたら、細編みの表引き上げ編みを1回編みます。ここから裏の模様のところまでは細編みを22目編んでいきます。細編みが22目編めたら、細編みの表引き上げ編みを1回、
減らし目を1回、鎖を1回、減らし目を1回、鎖を1回。この繰り返しで減らし目と鎖を全部で10回繰り返します。減らし目を10回編んできました。鎖を1回編んだら、細編みの表引き上げ編みを1回、ここから編み終わりまで細編みを5目編んでいきます。これで模様の2段目が完成です。この繰り返しで模様を好きな高さまで編んでいきます。動画では模様の段を全部で18段編みました。編み方がまだよくわからない方は、模様の2段目の動画を繰り返し見ながら編んでください。模様を編み終えたところで、高さは約18センチくらいになりました。ここから縁の1段目を編んでいきます。細編みを88目編みます。模様の編み終わりの段から続けて細編みを編んでいきます。模様のところまで細編みを編んできました。模様部分も1目ずつ細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みを全部で88目編んでいきます。一周編むとこんな感じになります。縁の2段目と3段目は続けて細編み88目を2段編んでいきます。縁の1段目の終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編み88目を2段編んでいきます。2段編むとこんな感じになります。縁の4段目は持ち手を編んでいきます。3段目の編み終わりから最初に細編みを20目編んでいきます。細編みが20目編めたら、ここから鎖を18目編んでいきます。鎖が18目編めたら、16目開けた17目のところに細編みを編みます。下の段が16目開いていれば大丈夫です。2つ目の持ち手のところまでは細編みが全部で28目になります。
持ち手と持ち手の間の細編み28目が編めました。ここから鎖18目編んでいきます。鎖が18目編めたら、下の段の16目開けた17目のところに細編みを編みます。16目開いていたら大丈夫です。縁の4段目の編み終わりまでは細編みが全部で8目になります。これで縁の4段目が完成です。縁の5段目は細編みを92目編んでいきます。4段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。最初に持ち手のところまで細編みを20目編んでいきます。細編みを20目編んできました。持ち手のところに来たら、鎖の裏山に針を入れて細編みを18目編んでいきます。この繰り返しで持ち手の細編み18目を編んでいきます。18目編むとこんな感じになります。ここから次の持ち手まで細編み28目編んでいきます。細編みを28目編んできました。2つ目の持ち手も鎖の裏山に針を入れて細編みを18目編んでいきます。持ち手の細編み18目が編めました。ここから5段目の編み終わりまで細編み8目編みます。これで縁の5段目が完成です。縁の6段目は細編み92目を編んでいきます。5段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。持ち手のところも1目ずつ細編みを編んでいきます。この繰り返しで
1段92目を編んでいきます。1周編むとこんな感じになります。縁の7段目は細編みの筋編みを92目編んでいきます。今回の筋編みは下の段のこの部分に針を入れて細編みを編んでいきます。鎖の編み目が見えるように細編みを編んでいきます。後ろ側のこの部分になります。この繰り返しで細編みの筋編みを全部で92目編んでいきます。ちょっと編みづらい編み方ですが、これが最後の段です。頑張っていきましょう。細編みの筋編みを1周編んできました。92目の細編みの筋編みが編めたら、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。糸は長めにカットして引き抜いておきます。編み終わりの糸を処理します。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。タンブラーとちょっとした羽織物、お財布などが入るくらいのコンパクトな大きさです。四角い底板の形を生かした模様のバッグにしてみました。ちょっとしたお出かけのカゴバッグに使えそうなので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録